今日はスーパーカップ大福餅を作りました。こんにちは、料理研究家のあかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はスーパーカップ大福餅を作りたいと思います。はい、ということで今回はスーパーカップの抹茶味を使ってもちもちで美味しい大福餅を作っていきたいと思います。さらに電子レンジで簡単に作れるレシピです。作り方にところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。スーパーカップの抹茶味、白玉粉、お砂糖、お水、こしあん、きな粉。今回はこちらの材料で作っていきます。まずスーパーカップですが、こちら抹茶味ですね。容量はですね、200ml 使っていきます。そして今回大福の中にはこしあんを入れていきます。こちらはお好みで粒あんまたは白あんなどを使っていただいて OK です。そして使うお砂糖なんですが、こちらはお好みの糖類で作ってみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まず中に入れるあんこを丸めていきます。適当な大きさをとってください。今回グラムで言うと 15g から 20g ぐらいがちょうどいいかなと思います。こちらは 20g になります。これを丸めます。はい、こんな感じです。それではですね、残り7つ同じように丸めていきます。はい、丸め終わりました。全部で8個丸めてください。あんこの準備はこれで OK です。こちらのあんこは乾燥しないように上にラップをかけておきましょう。それでは続いて大福のお餅を作っていきます。まずボウルに白玉粉、そしてお砂糖を加えます。こちらをですね、泡立て器でまず混ぜましょう。この時に少しね、白玉粉を潰しながら混ぜてください。はい、OK です。それではここにお水を加えます。そしたらこちらを混ぜましょう。はい、OK です。今ね、ちょっと映像だと分かりにくいかもしれないんですが、白玉粉に水分がしっかりと馴染みました。全体がしっとりするまでしっかりと混ぜてください。混ぜるときはちょっと今回お水の量が少ないので、このようにゴムベラで押し付けながらやっていただくと水分が馴染みやすくなると思います。ではこちら一旦このまま置いておきます。それでは続いてこちらのアイスを溶かしていきます。耐熱のボウルに出します。あらかじめね、溶かしておいていただいても大丈夫です。はい、OK です。それではこちらを電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、1分加熱しました。そしたらこちらをよく混ぜましょう。そしてアイスを最後まで溶かしてください。この加熱時間なんですが、アイスの温度によって変わってくると思うので、加熱時間は調整してアイスを溶かしてください。はい、最後までアイスが溶ければ OK です。それではですね、こちらの白玉粉に入れていきます。こちらはですね、一度に入れずに数回に分けて入れるようにしてください。まず1/3ほど加えます。そしてこちらをゴムベラで混ぜます。この時ね、白玉粉を潰すように混ぜてください。はい、OK です。ここで注意していただきたいのが、一度に入れてしまうと白玉粉の粒々がなくならないので、必ず数回に分けて加えて、かつ1回目できちんと滑らかになるまで白玉粉を潰してください。そうするとね、最後仕上がりがとても綺麗になります。それではまた1/3ほど加えます。そして混ぜます。こうやってね、ゴムベラで押し込むように混ぜていきましょう。で、ある程度混ざったらね、ぐるぐるぐるっと混ぜてください。はい、OK です。このように滑らかになるまでしっかり混ぜてください。では残りの抹茶アイスを加えます。大体ね、3回ぐらいに分けていただくとちょうどやりやすいかなと思います。そして混ぜます。はい、このようにちょっとずつアイスを加えることできちんと白玉粉が溶けて滑らかになります。それではここにふんわりとラップをします。こちらを電子レンジ 600W で1分30秒加熱します。はい、加熱しました。そしたら一度ラップを外してください。今ね、少し固まってる状態です。これをですね、一度しっかりと混ぜていきます。固まってる部分はこのようにゴムベラで押しつぶしながら混ぜてください。はい、混ぜました。まだね、こんな感じで分離している状態でも大丈夫です。ここにもう一度ラップをします。こちらをもう一度電子レンジ 600W で1分30秒加熱します。は
はい、加熱しました。そしたらもう一度ラップを取り外してください。今こんな感じです。ほとんどね、固まってきている状態です。こちらをもう一度ゴムベラを使ってよく混ぜます。このように全体を押し込みながら混ぜていきましょう。はい、OK です。このように滑らかになるまでしっかり混ぜてください。それでは最後、仕上げにもう一度加熱します。ラップをして、今度は電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、加熱しました。そしたらラップを外してください。やけどしないように注意してください。最後ね、加熱すると全体が均一な生地になってます。こちらをもう一度よくゴムベラで混ぜましょう。はい、OK です。最後ね、しっかり混ぜるとこのようにツヤが出てきます。そうしましたらですね、上にピタッとラップを貼り付けて、このままね、触れるぐらいになるまで粗熱を取ります。はい、では続いてお餅を8等分にしていきます。まずバットにきな粉を振りましょう。そしてここにお餅を出します。はい、このように出してください。そうしましたら上からまたきな粉を振りましょう。そして手で軽く広げます。はい、広げました。そしたらこちらを8等分にしていきます。まず縦に半分に切ります。そして4等分にします。はい、OK です。ざっくりで OK です。それではあんこを包んでいきます。まずね、まな板にまたきな粉をふるってください。そして8等分にした1かけらを取って、また軽くきな粉を振りかけて、そして広げていきます。ちょっとね、丸くなるように広げましょう。大体で OK です。このように丸く広げてください。あとはですね、あんこを包んでいきます。丸めておいたあんこを真ん中に置いて、そして包んでいきます。口をキュッキュッキュッと留めましょう。そして形を整えます。はい、OK です。このように包んでください。では残りも同じように包んでいきます。はい、8個丸めました。それではね、最後仕上げにきな粉を上からかけます。はい、これで完成です。美味しそうに仕上がりました。はい、これでスーパーカップで作る大福餅の完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにまん丸で美味しそうに仕上がってます。そして断面がこのように仕上がってます。あんこもたっぷりで美味しそうに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。もっちもちですごく柔らかいです。ではいただきます。味のバランスが完璧ですね。すごく美味しいです。こしあんもたっぷり入ってるんですけど、抹茶の香りも負けずにとても美味しく仕上がってます。美味しい。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のスーパーカップ大福餅のポイントです。まず今回はですね、白玉粉を使用しました。この白玉粉はですね、お砂糖と混ぜて軽く泡立て器でちょっと細かくしていただいて、その後お水を加えて、お水を白玉粉全体になじませてください。お水の量がね、少し少ないんですけれども、押しつぶすようにしていただくと白玉粉全体がしっとりしてきます。まだね、この時は粒が残ってても大丈夫です。そして白玉粉全体がしっとりしたら、溶かしたスーパーカップを数回に分けて加えるようにしてください。こちらをですね、一度に加えてしまうと白玉粉の粒々が残ってしまいますので、だいたい3回から4回ぐらいに分けて入れていただくといいかなと思います。そしてまず1回目入れたらゴムベラでしっかりと混ぜるようにしてください。この1回目入れた時点で白玉粉の粒がなくなるぐらいまでね、よーく混ぜるようにしてください。ここで混ぜてないとこれも粒々が残ってしまう原因になります。混ぜるときはですね、ゴムベラで白玉粉を潰すように混ぜてください。そうするとだんだん滑らかになってきます。しっかりとね、白玉粉の粒がなくなったらまた少し加えて、そしてなじませてください。そしてこれをアイスがなくなるまで繰り返していただけたらと思います。そして全体が綺麗に混ざったらふわっとラップをして1分半ずつ加熱してください。そうするとだんだん固まってきます。こちらをですね、一度に加熱してしまうとちょっと混ぜにくくなってしまいますので、少しずつ加熱してその都度よく混ぜるようにしてください。そうするととても滑
らかな仕上がりになります。そして出来上がったお餅は表面が乾燥しないようにピタッとラップを貼って手で触れるぐらいになるまで一度粗熱を取ってください。あとは丸めておいたこしあんを包むだけなのでとても簡単に作れます。包む時はですね、きな粉をまぶしてから包んでください。今回はね8個分にしたんですけれども、こちらはお好みの大きさで作ってみてください。小さめに作ると9個から10個分ぐらい作れると思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はスーパーカップ大福餅を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。